こんにちは。私はいつもバックパック一つで世界を旅しているおばさんバックパッカーのアイロ70です。私はもう、この次5月で52歳になるんですが、20代の頃からバックパッカーに憧れていて、その、夢を実現したのが、40代後半ですね。最初は1泊2日とかいう旅で出かけて、でこの前一番最長で、15日間の旅を、日本からインド、サウジアラビア、そして、エジプトまで行って、エジプトからイスタンブールに飛んで、そこから日本に帰ってきました。で今年、2025年の一番最初の動画で世界一周をしますという動画を作って、で1月に4分割していくので、第1期である旅行ですね、日本からさっき言った3カ国を回っていく動画をこの間作り終えました。であと次第2期の旅行が控えてるんですが、すごい嬉しいことに、その第1期の動画でたくさんの方に見ていただいて、いいねやコメントをいただいたので、この辺りで第1期と第2期の間で私の自己紹介をしようと思ってこの動画を今日撮っています。でこの場所は自宅です。自宅の洗濯物を干すスペースなんですが、今日はお天気も良いので、干す前にこの動画を撮ってから洗濯物を干そうと思っています。すごい生活感のあふれている場所です。でまず、私の生年月日ですね。でこれは、1973年5月23日です。今現在51歳で、次5月が来たら52歳になります。昭和でいうと昭和48年生まれなので、まさに、団塊ジュニア世代ですね。でいうと牛年で、A 型です。で私は血液型占いを信じない代わりに星占いを信じるタイプなので、双子座の星占いはよく見ます。で現在私は関西の地方都市に住んでいます。で、一緒に住んでいるのは夫と、長男ですね。長男が19歳で、次女が、16歳ですね。でもう一人子供がいるんですが、長女は21歳に大学に通うために一人暮らしをしています。で私の職業は、夫の扶養内で働いている世間一般でいうパート主婦です。8年前までは正社員で職場は転々としていたんですが、事務職をしていました。事務職の後は英語とか海外の方に携わる仕事をしたかったので、ホテルのフロントで2年間働きました。でそれは契約社員です。でそのホテルの後から現在に至るまでとある量販店でレジのパートをしています。そのため、旅行の資金源は、扶養の範囲内で得たパート収入です。次なんですが、初めて行った海外旅行は21歳の時に行った1994年にアメリカで開催されたワールドカップ、ちょうどドーハの悲劇があって日本が出れなかった大会です。当時に付き合ってた人がサッカーの好きな人で、その人がおそらくワールドカップ見たいと言ったと思うんです。だから一緒にではアメリカ大会行こうということで、ロサンゼルスとサンフランシスコに行きました。そこで一番印象に残ってるのは
サンフランシスコでブラジル対カメルーンの試合を見たんですけれども、その試合会場に当時鹿島アントラーズですごい人気があったアルシンド選手が来ていて、一緒に写真とまではいかなかったんですけど、彼単独の写真を撮ったことをすごく覚えています。私が海外に興味を持ち始めたことを紹介すると、商業高校を18歳で卒業後にすぐ働いたんですね。それも事務のお仕事やったんですが、で、仕事を5時で終わって時間を持て余してたので、何か習い事をしようと思って選んだのが英会話スクールだったんですね。海外の、ネイティブの方と触れ合いたかったのでノバを選びました。そのノバに通い始めて、いろんな海外から来られている講師の方と出会ったのが海外に興味を持ったきっかけで、それ以前は本当に英語もどちらかというと嫌いな教科でしたし、海外に興味とか持ってなかったんですね。でその学校でいろんな先生に出会いますよね。そしたら、気の合う先生もいれば気の合わない先生もいたりするんですよ。喋ることも当然できないですし、身振り、手振りを加えながらなんとかコミュニケーションを取っていくと同時に自分の世界が広がっていくことを感じたんです。例えばすごい今印象に残ってるのは、もう私は高校卒業して就職したところで、働いて結婚して子供を産んでという、人生のストーリーしか描いてなかったんですけれども、ある、男性の先生やったと思うんですけど、いや君の前にはいっぱいドアが並んでるんだよって言うんですよ。でいっぱいドアが並んでいて、それを選んでノックして開けるのは君だよっていう風なことを当時言ってくれて、すごいそのドアが並んでる情景っていうのがバーッと浮かんだのがすごく今でも覚えています。でそんな話をしてくれる人がほんまに周りにもいなかったので、なんだこれはっていう感じで、そんな考えの人たちのいる国っていうのはどんなところなんだろうっていうのが海外に興味を強く持ったんですね。その思いっていうのを、止められなかったので、その高校卒業して働いた会社っていうのを、3年で辞めて、ちょうど神戸の大震災の地球の歩き方の留学をメインにした本を一冊買って、そこで学校を選んで、当時本当にメールなんてないので手紙で学校とやり取りして入学までこぎつけました。でその最初に行った学校がカナダのアルバータ州にレスブリッジという町が、本当にすごいちっちゃい人口1万人ほどの町があるんですが、そこのコミュニティカレッジの ESL っていうカナダしかないのか、イングリッシュ・アズ・ア・セカンド・ラングエッジの頭文字を取って ESL って言ってたと思うんですよ。でそこの、大学に入るまでに必要な英語を学ぶところに入学しました。そこで半年英語を学んでから、その後大学には行かずにバンクーバーに移動したんですね。旅行とか観光に関して学ぶ学校の6ヶ月のコースに入学したんですね。でそこで学んで日本に帰ってきて、英語に関する仕事を見つけようとしたんですけれども、ちょうど就職の氷河期にぶち当たってしまって、そういった仕事が見つからなかったんですね。帰ってきたのが23歳だったので、結婚したのが28だから、23歳から28歳まではまた事務員として働きました。新婚旅行でバリ島に行くまでは2泊3日で香港に行っただけです。だからその間本当にこのバックパッカーに
こう憧れてたんですね。リュックを一つ担いで世界を旅するのってかっこいいなと思ってたんですけど、実行には移してないですし移せなかったんですね。私がだから20代の時の働き方っていうのは有給休暇を取るという行為自体がもうあまりみんなしていない、高級日だけ休むという働き方でしたね。でもその間やっぱさっき言ったようにバックパック担いでいきたいなとか、英語喋って海外の人と触れ合いたいなっていうことで、なんかずっと悶々としてたような気がします。それで結婚した後に、出産育児にこう突入したんですけれども、海外に行きたいっていう気持ちはもう抑えられないんですね。で子供に英語の本をこう読み聞かしたりとか、英語にこう接しようとはしてるんですけど、やっぱもう行きたいっていう気持ちが抑えられなくって、40歳の時にちょうど長女が10歳になるし、私は40歳になるし、もうこれは節目の年だとこう自分で決めて、40歳の時にバンコクに行きました。多分5泊6日ぐらいだったと思うんですが、もうすごく楽しかったです。で、私はこの10歳になったら子供を連れていくっていう行為を自分で勝手に10歳旅行と名付けてるんですけれども、その下に続く長男次女ともに10歳になったら海外に連れていくっていうことをしました。で、長男とは彼は、今も野球をしてるんで野球少年だったので、田中将大さんやったっけ、マー君がニューヨークに行ってた頃で、じゃあもうニューヨークヤンキース行こうみたいな感じで行ったんですね。それも1週間ぐらいやったと思うんですけど、次女はタイの灯籠をあげるのありますよね。なんて名前、なんていうやつやったっけ、コムロイがもうすごい見たかったの。タイのチェンマイにコムロイを見に行きました。これもすごいいい思い出ですね。何でもすごいいい思い出なんですけど、子供と1対1で行くっていうのはもうすごいいい思い出になるのでおすすめです。そんな私が一番壮大なことをするのがこの2025年なんです。旅好きの人なら一度はもう世界一周っていうのをしてみたいと思うと思うんですが、その旅を今4分割してただいま絶賛実行中なんです。なぜ一周しないかっていうのは前の動画を見ていただいたらよくお分かりになるかと思うんですが、やっぱり家族がいるので一気にはいけないということで4分割したんですね。で、今回この自己紹介というビデオを作ったんですが、旅動画や思っていることっていうか、こうした方がいいのではないかっていうのはちょっとおこがましいっていうか、そんなこともあるかと思いますが、なんかちょっとでもどなたかが私の動画を見て気持ちが楽になるのが本当に動画作って一番嬉しく感じることなので、こういった動画もまたちょっと作っていけたらいいなと思っています。で、また旅にも出ますので、私の旅は特徴はおばさんがバックパックを担いで旅をしているという、シンプルに言えばそういうことなんですが、グルメやちょっとショッピング情報っていうのはちょっと少なめにはなっちゃうんですけれども、リアルな現地の様子を私を通じて感じていただけたらいいなと思っております。で、まだ4分割した第1期をこの間終えたばかりなので、まだこうリアルタイムで私と一緒に旅に行く感覚っていうのを味わっていただけると思うので、ぜひ一緒に旅に参りましょうでは、今回の自己紹介動画はここまでです。私はこの後洗濯を干します。いらん情報ですけど。では次の動画でお会いしましょう。